ございます。テイラです。今回は夏に実施した内装巻き替えのご紹介です。事の発端は2022年1月。前々から内装カスタムの構想を練っており、外装色と対照的にしようというコンセプトだけ決まっていました。シートはなんとなくブリッドの青でいいかなと思っていましたが、いざ見積もろうと思った時にすでに生産終了。タニ青系のシートは中古でしかも希少品ばかり。2脚揃えるコストはしんどいレベルです。Omoikiri first step。じゃあもうカスタムオーダーにしちまえばいいんじゃない？ということでカスタムシートの代表格、ステータスのシートを検討し始めました。検討を進めるうちに、インパネやドアなどの他の内装はこれでいいのか、と思うようになってきました。実際、劣化によるテカリと傷や汚れも各所についてます。Omoikiri second step。じゃあもう全部、張り替えちゃってついでに、色も変えれば？天才的なひらめきでした。ラマヌジャンかもしれない。早速デザイン画の制作に取り掛かったわけですが、カラーリングの話はまた後ほど。最近の車でかっこいいと感じる内装を探して、LS エブゼ、SLAMG、パガーニなどを参考に。が、どうもこの GDB 前期の内装デザインは造形が古臭すぎてカラーリング動向ではいまいちに思えてきました。Omoikiri third step。じゃあもう形変えちゃえば？超修理機です。ドアトリム、センターコンソールあたりの形状も含めたデザインを進めました。この時点で2月。なんてやっているとシートの相談をしていた輸入屋さんから連絡があり、ステータスは諸事情あってカクカクしかじかとのこと。そしてカスタムオーダーならブラウムでもできるよとのお話が。しかもステータスよりお安くできるとか。Omoikiri fourth step。じゃあもうブラウムでいいじゃん。運命的な出会いでした。カスタムオーダーを出すのは初とのことで、ホムペの画像をベースにデザイン画を制作。これができるなら正直ステータスのカスタムオーダーより自由度高いんじゃ。そんなこんなで出来上がったデザイン画がこちら。この辺りで第1弾の動画を投稿しました。よく見てください。今現在張り替え済みのインパネとカラーリングが違います。当初、フロントのウィンドシールドへの反射を懸念して窓肩は暗めの色味にしていたんですが、たまたまフォロワーのバシコちゃんがダッシュマットを持て余しているというので即決即断でお譲りいただきました。そう、本当は窓肩までハイトーンにしたかったんです。ダッシュマットが手に入ったので。Omoikiri final step。じゃあもう全部可愛いハイトーンカラーでいいよね。気持ちは女の子はよ。そうして更新されたデザイン画がこちら。これが7月です。ここからカラーリングに関するオタク特有のクソデカ感情入りの解説です。まず車全体の大きなテーマとして、外観は男の子らしさ、かっこよさを主軸にメインカラーを黄色、サブカラーを黒に設定。内装は女の子らしさ、可愛さを主軸にメインカラーを白、サブカラーを青に設定。それぞれ対照的な印象を与える狙いがあります。その中でもゲテモノ的な色合いにならないように、メインカラー同士の組み合わせが成立するようにしています。サブテーマとして外装色の名前、サンライズイエローにちなんで、内装は空の青と雲の白も意識してます。さらにもう一つの内装のテーマは推しを表現することです。推しその1、綾波レイ。私をオタクたらしめたきっかけであり最大の原因である作品エヴァンゲリオンから、病的に白い肌と白いグラブスーツにライトブルーの髪。今はアスカもミサトさんも好きです。新エヴァ見ると絶対泣く。推しその2、早見かなで。アイマスの推しです。ライブ衣装がいくつかあるんですが、やはり原点にして頂点のこの衣装。白を基調に青系、アクセントにゴールド。こっちの衣装も大体そうですね。推しその3、天皇少女白。V 沼にハマったきっかけで活動初期から追い続けています。その名の通りメインカラーは白、目の色や衣装の差し色は青系です。推しその4、知らぬいフレア。
こちらも VTuber です。昨年刷新されたメインビジュアルの衣装がこちら。メインカラーは白、サブカラーは青、アクセントに赤が入っています。もうお分かりでしょう。推しが4人とも白と青を使っているんです。偶然か必然か、おそらく好みで無意識のうちに選んでいる節があります。配色のバランスや色味は天使界隈も参考にしてます。インスタグラム万歳。まだお話ししていない部分が多々ありますが、それはまた後々作業が完了した時に。で、材料に関するお話です。今回レザーの調達に利用したのは浅草ユーラブさんです。生地の種類が豊富で無料でサンプルを提供してくれるのでとても助かりました。ものによっては自動車内装用の難燃基準に適合しているものもあります。貼り付けはスプレーのりで行います。やってみての感想なんですが、ちょっと接着力甘いかなって感じでした。もう一つ大切な道具がレザー用のハンドツールたちです。締め打ちと縫い貼り、スピーディーステッチャーを購入しました。レザー用ミシンは高くて買う気にならなかったので手縫いでご利用しました。糸は30号です。確か。そんなこんなで作業開始です。週刊マイルストーンの KFGM が9月18日です。ラゲッジが一段落した8月末にインパネを下ろし、巻き替え作業がスタートしました。まずインパネの下ろし方がインターネットの海に転がっておらず、手探りで作業して2時間かかりました。とんでもないところに日照センサーのハーネスが通してありブチギレました。許さんしていきなりインパネにチャレンジする勇気はなかったので、単純な形状のフロントドアトリムから着手しました。純正の表皮を剥がす時に失敗してソフトパッドがえぐれてしまい、ソフトパッドごと巻き替える始末に。使ったのはウレタン系の静電気除去パッド。硬さと厚みがちょうど良かった。純正の表皮は金型で強烈に引っ張られているので綺麗に巻かれていますが、同じ形状を手で追証するには限界があり、やむを得ず妥協した部分もあります。で、満を持してインパネに着手しました。これが9月3日。ステッチの練習を少しして、まずは小さいところから。インパネの上下で生地の厚みが違うので、生地の厚い下側だけ表皮を剥がしました。切り替え部分は決め込みの要領で溝を彫り込みました。GD インクオーナーならこのカスタムの細かさに気づいてくれるはず。そんなことを思いながら一人黙々と作業していました。そんな9月5日にはるばるアメリカからブラウムのシートが到着。ひとしきり眺めてにやついて、作業に戻ります。ステッチを入れながら、下側の巻き替えが完了したのは9月7日。この頃はちょうど仕事の負荷が低く、毎日帰ってから作業を進める余裕がありました。そんな環境に感謝しながら上側に着手。面積が広く、これ本当にいけるのと不安でいっぱいでしたが、すでに下側を巻き替えちゃった手前、後に引くことは許されないので取りつかれたように作業を進めました。ここでこだわりポイント。元のデザインの古臭さを払拭するべく、メータフードを別体風のデザインにしました。最近の車よくやってますよねこれ。上下分割部と同じように溝を掘って切り替えます。本体の巻き替え作業が完了したのが9月11日。残り1週間です。SRS の蓋、時計パネル、デフロスターガーニッシュも巻き替え完了。パラレルでエアコンのダクトを白に塗装。メーターフードの内側のカバーは缶スプレーだといまいちだったので板金屋さんに依頼しました。インパネが車に搭載されたのは9月14日。シート交換を9月15日に済ませ、無事に KFGM に間に合いました。お披露目の感触は上々。画像加工で色味は確認していましたが、正直実際見るまで不安でした。今では自分でも気に入っています。かわいい。して、KFGM が終わってから10日後。ラゲッジのカスタムも一通り完了したので、もう少しやれるとこをやろうということで、エアコンパネルのところと、リアドアトリムのアッパーを巻き替え、表皮剥がしの熟練度が上昇しましたが、どこで使うんでしょうねこのスキル。そして巻き替え完了が10月5日。10月7日に四日市へ向けて旅立ったのでした。
まだまだ作業は途中ですが、前述の通り絶賛燃え尽き期間中です。来年から頑張る。そんな感じで、今年はひたすら内装をいじる年でした。来年も引き続きこういった作業を進めていきます。車室内に関してはここからが本番みたいなとこある。次回の内容は未定ですが、何もなければリアシートに埋め込んだスピーカーの話でもしましょうかね。以上、ご視聴ありがとうございました。